11月8日に家電量販店に買い物に行ったところ売っていたので購入してきました。リアルグレードガンダムバージョン 2.0 の再販品とインフィニットジャスティスガンダム2式です。バージョン 2.0 はバルカンの部分がめり込んでいるという話がよく聞きますが、途中から修正されているという話も聞くので確認してみたいと思います。今回はリアルグレード RX78 の2ガンダムバージョン 2.0 を作ります。テープで蓋を開けれないようにしてあるので外してみます。前回ガンダムを作ったのがマスターグレードのバージョン 3.0 なので、リアルグレードのバージョン 2.0 がどれくらい進化しているのか楽しみです。それでは蓋を開けて中のパーツを確認してみたいと思います。1袋目はリアリスティックデカールと D パーツ、白色で外装パーツと方針のパーツになっています。カメラアイとセンサーの部分は2種類から選択が可能です。A パーツは3色からなる色プラになっています。2袋目はビームサーベルのクリアピンクのパーツ、ダークグレーの H パーツになっています。ハイパーバズーカの後ろの部分などのパーツもあります。頭部などの内部フレームの F パーツも入っています。3袋目は白色の C パーツです。足などの外装パーツになっています。色プラの B パーツも入っています。シールドの部分やキャノピーのクリアパーツも入っています。4袋目はライトグレーの E パーツです。グレーの内部フレームの I パーツも入っています。シールドの裏側などもあります。一番下に28ページからなる取扱説明書です。少し前に作ったリアルグレードのエピオンガンダムよりは4ページほどページ数が多かったです。最後のページはマーキングシールを貼る場所が書いてあります。今回はクリアパーツを入れて10パーツなのでこれぐらいの高さになります。初代ガンダムは複雑なバックパックなどがないのでパーツは少ないと思います。バルカン部分の外装パーツはこのような感じになっています。頭部の内部フレームのバルカン部分のパーツはこのような感じになっています。組み立てた時にどのような感じになるのか楽しみです。60分の1パーフェクトグレードガンダムとマスターグレード100分の1ガンダム、サイズ感を比較しながら見てみます。完成した144分の1リアルグレードガンダムバージョン 2.0 です。60分の1ガンダムの膝の部分ぐらいまでしかないです。100分の1ガンダムと比べると腰の部分ぐらいまであります。初期のパーフェクトグレードのガンダムと比べるとディテールはかなり細かいです。色分けもかなり進化しています。ここからは可動域の紹介です。まずは頭部からです。前後はこれぐらい動きます。前後の可動域もかなり大きい感じがします。上を向けてみます。かなり上を向けることができます。頭部は一周回すこともできます。後ろを向かせるということはないと思いますが、いろんな方向を向かせることができます。腕の可動域です。横側はこれぐらいまで動かすことができます。この部分を外側に引き出すと一段と可動域が広がります。先ほどよりも腕が高く上がるようになりました。外側に引き出しているので肩の部分は前後にかなり動きます。ショルダーアーマーは前後に展開が可能です。腕は前側に干渉するぐらいまで曲がります。腕はこの部分が一周回ります。この部分が前後左右に少しだけ動きます。ハンドパーツは前後左右に動き回転させることができます。ランドセルと書いてある場合が多いのですが、今回はバックパックと説明書に書いてあります。ビームサーベルの持ち手部分はこのように動かすことができます。持ち手部分は取り外すことができます。この部分を展開するとアクションベースを取り付ける穴が出てきます。上側に動かせば収納することができます。バーニアの部分は上下に動かすことができます。胴体はこのような感じに前に曲げることができます。赤い部分はあまり曲がらないですが、青い部分はぐっと動きます。胴体は左右には動かないですが、腰の部分から一周回すことができます。股関節部分は下側に引き出すことができます。上側に押し込むとカチッという音がしてロックされます。この部分を押してやるとロックが解除されます。この部分が上下にスライドするようになります。上側を押してやるとロックされて動かなくなります。
フロントアーマーは手前側にはかなり動きますが、左右にはあまり動かないです。サイドアーマーは横側と前後に動きます。リアアーマーは後ろ側にはかなり動きますが、左右にはほとんど動かないです。足はフロントアーマーを動かしてやると前側に90度ぐらいまで動きます。横側は前ほどは動かないですが、かなり動きます。後ろ側はリアアーマーに干渉するまで動きます。股関節部分を引き出してやるともっと動くと思います。足はこの部分が一周回ります。足は再交渉した外装追従可動設計になっているので、連動して動きます。干渉するぐらいまで曲げることができます。足首は左右にはこれぐらい動きます。前後は後ろよりも前側に大きく動きます。つま先とかかとの部分を動かすこともできます。このパーツを上下に動かすことができます。ビームサーベルの持たせ方です。持ち手部分にエフェクトパーツを取り付けます。ハンドパーツの穴に差し込むと持たせることができます。ビームサーベルの持たせ方は非常に簡単です。ビームライフルのギミックと持たせ方です。この部分は左右に動きます。グリップの部分は左右と前後に動きます。144分の1という大きさですが、かなり細かいです。ビームライフルを持たせてみます。グリップ部分のへこんでいる部分にハンドパーツの突起部分を合わせます。突起部分に形の合う部分を合わせて手の甲のパーツをはめます。これでグリップ部分にハンドパーツをはめることができました。保持力は落ちそうですが、指は稼働してくれた方が持たせるのは簡単な感じがします。ビームライフルを持たせたハンドパーツを腕に差し込みます。振っても全然外れないので保持力はかなりあります。ビームライフルを腰にマウントしてみます。この部分を下に動かします。突起状の部分が出るので輪っか状のところをはめます。これでビームライフルを腰にマウントすることができました。ハイパーバズーカを持たせてみます。まずはハンドパーツをグリップ部分にはめます。ビームライフルの時と同じように突起部分に形の合う部分をはめます。手の甲のパーツをはめます。ハイパーバズーカの方針は伸縮させることができるので伸ばしておきます。ハンドパーツを腕に差し込んで肩に担がせます。ビームサーベルが邪魔になる場合には後ろ側に倒します。これでハイパーバズーカを持たせることができました。ハイパーバズーカは大きいですが保持力はかなりあります。腰にマウントしてみます。まずは方針を押し込んで短くします。腰の突起部分に輪っか状の部分をはめます。突起部分の出し方はビームライフルの時と同じです。これでマウントすることができました。武器を外す場合には突起部分を収納しておきます。シールドの持たせ方です。取り付けパーツを90度動かします。この部分に取り付けパーツをはめます。はめた後に上下にスライドさせることもできます。このようにシールドを持たせることができます。取り付けパーツが結構固めなので保持力はかなりあります。もう一つの持たせ方です。まずはグリップ部分を90度起こします。少し押し込んでやるとロックすることができます。シールドは上下にスライドさせることができます。ビームサーベルなどを持たせるハンドパーツを先にグリップ部分にはめておく方が楽です。腕にシールドを持たせたハンドパーツを差し込みます。簡単な作りですが、グリップ部分にロック機構があるのが非常にいいです。腕を動かしてシールドを持たせた状態を作ります。シールドの位置が気になる場合には上下にスライドさせることができます。グリップ部分を収納する場合には手前に引き出して下に倒します。前に紹介した2つの方法を両方使う取り付け方法もあります。この方法が一番保持力が高いです。縦の位置が気になる場合には上下にスライドさせることができます。縦をバックパックにマウントする方法です。ここにシールドのこの部分を上側からはめます。
はめた後に縦を回転させて調整します。これでバックパックにマウントすることができました。シールドの裏側に武器をマウントする方法です。まずはこの部分を90度起こします。突起部分が現れるので、ビームライフルをここにマウントすることができます。シールドの取り付けパーツが邪魔になる場合には下側にスライドさせます。このようにマウントすることができました。ビームサーベルの持ち手部分をシールドにマウントすることもできます。この部分にはめると2本マウントすることができます。すべて武器をマウントするとこのような感じになります。ガンダムの分離方法です。まずは下側のコックピットハッチを開いて上側を動かします。次は後ろ側のロック機構を外します。A パーツを引き抜きます。B パーツとコアブロックを分離します。コアファイターに変形させてみます。機種部分を起こすと押される形で垂直尾翼が動きます。中途半端なところまでしか動かないので上に起こしておきます。機種部分を引き出します。コアファイターに可動域があるので少し隙間ができやすいです。左右の翼を展開します。これでコアファイターに変形させることができました。キャノピーを開けることができます。かなり小さいのでコックピット内は椅子ぐらいしか再現されていないです。閉じる場合には上から押してやれば閉じることができます。ランディングギアを3箇所取り付けることができます。ランディングギアを取り付けてしまうと翼が開かなくなります。なので先に翼を展開してから取り付けます。垂直尾翼がかなり元に戻りやすい感じがします。これでコアブロックからコアファイターへの変形は完成です。コアブロックへ変形させます。まずはランディングギアを3つ外します。機首部分を押し込んで畳みます。左右の翼を畳みます。垂直尾翼を機首方向にスライドさせます。これでコアブロックへの変形は完成です。ガンダムにドッキングしてみます。まずは A パーツにコアブロックを差し込みます。奥までしっかりとはめておきます。B パーツをコアブロックにはめます。奥までしっかりとはめておきます。コックピットハッチの上側を閉じて下側を閉じます。裏側のこのパーツを押し込んでロックします。この部分をロックすると上下に分離できなくなります。コックピットハッチの開閉ギミックです。まずはハッチの下側を手前に倒します。ハッチの上側を手前に引き出して上に動かします。これでコックピットハッチを開けた状態になります。コアブロックのキャノピーの部分を見ることができます。閉じる場合には先ほどと逆の手順で閉じることができます。最後にこのキットの感想です。バルカンの部分は正面から見ても埋没してないのが確認できました。再販品は改善されています。このキットの可動域はかなり広いのでいろんなポーズを取ることができます。細かなディテールなどはマスターグレードのバージョン 3.0 には叶いませんが、可動域では胴体や頭部など上回る場所があります。シールドの裏側にビームサーベルの持ち手部分をマウントできるのもなかなか珍しいです。コアファイターにも可動域があり、コックピットハッチの開け方が独特なのは賛否が分かれると思います。違和感のあった部分が改善されているので、リアルグレードとしてはこのキットは最高峰だと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。